こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回紹介する動画は、今回のテーマがロータリーカッターになります。今回はね、インスタライブと YouTube ライブ同時進行で進めさせていただきますので、その時の様子を編集して、見やすく、動画にしておりますので、よかったら最後までご覧いただけると嬉しいです。内容としてはこちらのロータリーカッター、いろんな種類私が持っているんですけれども、この比較とホビーショーの動画でも紹介させていただいたこちらのクロバーさんの折りたたみのこういうカッティングマットですね、紹介させていただきたいのと、あとは定規ですね。もうそのロータリーカッターを使うにあたっての定規、100円ショップで代用できるものなども紹介させていただきますので、よかったら最後までご覧ください。はい、で、まず最初にですね、ロータリーカッターの、道具、一番最初に必要なものを紹介します。まずでロータリーカッターは、今私が使っているもの4本あります。こんなに本当はいりません。1本でいいと思います。だけれども、4本ある理由は一応あります。で、一番、これがね、クロバーさんから出ている 45mm タイプのものと、これはね 28mm タイプだと思います。で、この2本を、今主に使っているものです。そして、こちらはオルファのカッターになります。オルファっていうとカッティングマットとかも販売されてるんですけれども、もともとカッターとかの会社ですね。ホビーショーとか行くと最近は出てないのかな、オルファのものがよく並んでるかなと思います。で、これは何かというと、メーカーはございません。これはもうだいぶね長いこと使ってるんですけど、最初に買ったのがこれで、次にこれで、最後にこのクロバーのロータリーカッターってなったわけなんですけれども、これはねノーメーカーです。これノーメーカーで購入したのがね、楽天ショップの安藤ミシン紹介ってよく私が紹介するんですけれども、ミシンの押さえパーツとかをアウトレット商品とかで販売してるとこなんですよ。で、そのお店って結構手芸用品を扱っていて、よく切れるハサミとかも販売されてて、これは何で購入したかっていうと、こっちを使っていた時にこういうねグリップタイプのものが欲しいなって思ったんですよ。なんだけどオルファのカッターってやっぱりちょっとお値段が高いのと、あと黄色じゃないですか、色が基本的に。もうちょっとおしゃれなのっていうか、見栄えのいいもの使ってテンションの上がるものがいいなって思った時に、たまたまこのピンクのものが販売されてたので購入をしました。これはね多分その当時で1000円ぐらいだったと思います。ただもう刃は何度も変えてるので、本体は古いんですけれども刃は新しい状態になっています。で、どう使い分けているのかっていうと、これは基本的に今は革とかを切るようにしています。革とか、あとラミネートとかをカットするようにしています。ハサミとかを、例えば紙を切るハサミ、布を切るハサミ、革を切るハサミとかっていう風に変えるのと同じように、このロータリーカッターも変えています。はい。ここまで皆さん通常ね手作り楽しまれる方はここまで揃えなくてもいいんですけれども、1本でももちろん大丈夫なんですけれども、私は物を入れ替えたりとかしながら使っているので、本当はこれね多分使わなくしようとしてこっちを買ったんだと思うんですよ。なんだけど刃を変えれば常に新品なので、もうだいぶね使って黄色くなっちゃってるけど結構気に入って使ってるものです。なのでこれは布は切らずラミネートとか革にしています。そしてこれは何にしてるかっていうと、同じようにですね革とか、ラミネートを切るのと同じように、これは接着切ると綿のものですね、綿のものをカットするようにこちらを用意しました。用意しましたっていうか買って、その後どんどん増えていったことでこの用途に変わりました。で、こちらがクロバーさんのロータリーカッターです。
これは何で購入したかっていうと、生徒さんが使ってていいなって思ったから、単純にただそれだけなんですけど、あとやっぱり手芸メーカーでやっぱりクロバーさん、やっぱり有名なので、私もやっぱり講師としてやっぱ使っておきたいなっていうのと、やっぱりいつまでも先生としてこう安いから使うっていうのはちょっとやめようかなっていう、ただそれだけの理由でクロバーさんを揃えたっていうことになります。なんか使いやすそうとか便利そうって思って購入したっていうよりは単純にそういう理由です。あとやっぱりちょっとおしゃれだし、道具がメーカーが揃ってるとなんとなくモチベーションが上がる、手作りのもう本当にそんな理由で揃えました。最初に、使うようになったのはこちらの小さいタイプなんですけれども、これは何であるかっていうと、本当は、写真で見た時にこのサイズだと思ったんですよ。そしてサイズをよく見なかったんですよ。オンラインショップとかで購入すると分かると思うんですけど、こうやって今実際にこうやって比較するとサイズが分かると思うけど、写真で販売されてる時ってこれだけがズームされてるから、この大きさにも見えちゃうんですよ。で間違えてこのちっちゃいタイプを購入したっていう感じです。でもね、今になって思えばこの2つがあってよかったなっていうふうに思ってます。でロータリーカッターの選び方としては、何を作るか、その用途によって変わります。このサイズどっちにしたらいいのかなっていうのは、これはどっちかっていうと後で実演しますけれども、もうハンディサイズなので手の力をグッと加えるっていうよりは、この手元でこうやってさーって切れる時に便利なものとして、こんな持つとねこんな感じなんですよ。手の中に収まっちゃうぐらいの大きさなので、こういう風な、用途で使える。なんかキルターさんとかね、小さい小物だけをこうやって切りたいなとか、特に体重をかけずに手元で切るために、使うのがこのロータリーカッターがおすすめです。そして私が一番よく使うのはこのサイズです。見てわかると思うんですけれど、この3つとも刃のサイズは同じです。でメーカーが、違うんですけど、多分ねカッターの刃はね同じかな、多分同じように多分使ってたと思う。ちょっと覚えてないけど。でこれは何かっていうと、こうやってやった時の今これと比べると分かると思うんですけども、こんな風になるんですよ。これは、体重をかけるじゃないけど、重心をかけてカットしていく用のロータリーカッターっていう風に位置づけています。なので厚手のものをカットするとか、バッグとか作る時にね、洋服っていうよりは綿麻キャンバスとか本当に厚手のものですね。あと帆布とかそういうものをカットするようにこちらにしています。じゃあどっちを買ったらいいのかな、一つどっち揃えるんだったらっていう時は、私のおすすめはこっちの 45mm タイプになっています。はい。YouTube の方からねご質問がありました。布地はハサミでしか切らないから、そうで私もねこのねロータリーカッターデビューしたのはやっぱキットを作るようになったからなんですよ。それがねもう何年前か忘れちゃった。名古屋のね大塚屋さんで国家さんのワークショップがあったことがあって、その時初めて多分キットをたくさん作ったんですよ。それこそものすごい量で。でその時に1個ずつハサミで切っていたら、ちょっとここもう腱鞘炎になっちゃって痛いしっていう時に使い始めたのがロータリーカッターなんですよね。あったら便利だなっていうので、そこから始まったんですけど、だから普段は全部ハサミで布目に沿ってカットするっていうのが私の基本でした。なのでロータリーカッター使うこと自体私は抵抗があったので、多分皆様のお気持ちはなんとなく理解できるかなっていうふうに思ってます。はい、それではカッターの説明が終わったところで、カッターに合わせて使っていく定規の説明になります。で私が普段使っているのはこのよくね紹介していますし、オンライン講座でも紹介してるんですけれども、こちらの、クロバーさんの、これなんだっけ、毎回ね名前忘れちゃうんだけど、厚みがねあるタイプですね。これがね多分ね 2.5mm ぐらい厚みがあるのかな、3mm ぐらい厚みがありますね。はい、こういうのを使っています。そして一番最初私は何を使っていたかっていうと、これね私2年生の時に使っていた、自分のね名前が書いてあるの、この竹の裏に、2の2って書いてある
この30センチの物差し定規を使ってました。最初に使ったのはこれとこれです。なので今回ねインスタの方でアンケートを取った時に意外とねこのやっぱり竹で使ってる方多かったんですよ。で竹で使うとどういう風になるかっていうと、私が当時失敗していたのは、もうねこれボロボロになっちゃったんだけど、これね竹ごとカッターでカットしちゃうんですよね。スライスしちゃって、なんで見えるかな、普通に鉛筆で書いてたら分かんないんじゃないっていうぐらいのここのね削りができちゃって、どんどんダメになっていっちゃったんですよ。まあこれはね、でも定規もダメになったけど、このロータリーカッターの刃もダメになっていきました。でも最初はねなんで切れなくなったのかが分からなかったので、その理由がこの物差しだったっていうことが分かんなかったんですけど、結構今回のアンケートで多かったので、この物差しはおすすめしない道具として紹介をしておきます。はい、なのでこうやって並んでますけれども、まずロータリーカッターに不向きなものとして竹の定規になります。もちろんこれで上手にできる人もいます。だけどもしどうしても失敗して、しょうがないっていう方はもう竹の定規はやめましょう。はい、そしてですね、じゃあ、こういうね、定規高いんですよ。これもいくらしたかな、1000円以上したと思う。私がねこのね50センチの定規を最終的に購入したんですけど、これもね多分2000円ぐらいしたかな。高くて手が出ないんですよ。手芸店のねセールの時とかに購入したと思うんですけれども、もう本当に手芸道具ってこだわればこだわるほどどんどん高くなってどんどん増えていくけど、高くもなるし負担にもなるし、布以外に買うものがどんどん増えちゃうので、一番最後になっちゃうんですよ、どうしても道具選びって。なんかあるものでできるからいいなっていうところで止まっちゃうんですけど、これがね不思議とね道具を新しくするともっと早く買えばよかったっていう風になると思います。大体そんな感じですよね。はい、なんだけど私がねこの定規高くて買えなくって、じゃあ、この定規に、なるまでにじゃあ何を使ってたかっていうとですね、やっぱりね100円ショップの定規なんですよ。このね100円ショップの定規、これも私がおすすめしている透明な定規になるんですけれども、これはね教室にも置いてるんですけど、30センチの定規と50センチのタイプの定規になります。でもう一つ並べてるのはねこのちょっと幅広の、これもね最近買ったやつなんですけど、15センチ幅のもので大きく切りやすくなるので、これもちょっと使い分けで購入をしました。なんかこうやって購入して使っていくことで皆さんにどういう使い方ができるのかなっていう紹介もねできるから、こうか。はい、あとなんか結構海外の方の映像が流れてくること多くないですか？その時にねこの幅のものを見つけて、これ2種類あるんですけど2種類とも購入しています。もうなんか結局揃えちゃったって感じですね。道具はもう本当に増えて増殖中なんですけどね。はい、でさっき言ったこの100円ショップ、はい、これはねぜひおすすめですよ。私はだいたい手芸道具一番最初は100円ショップで探すことから始まりましたので、マスキングテープとかはね今たくさんあるけど、当時はねマステも売ってなかったんですよね。で売ってない頃ね紙のテープとかも売ってて、なんかいつになったらマステ出るんだろうって思ってた頃にはもうたくさん出ていましたけど、今手芸を始められる方はもう当たり前に並んでるものがいっぱいあると思うんですけど、私が始めた20年ぐらい前はねまだ全然そんな種類なかったですから、見つけた時おおって思いながら揃えてましたね。でこれのいいところは、定規がねこう普通に鉛筆でこう書くものなんですけど、この反対側がフラットになってるんですよ。このフラットになってるところにちょっと見えるかな、なんかね鉄みたいなのが挟まっていて、でこれに合わせてこのロータリーカッターをこういう風に当てていくような感じになります。これもね後でもう一回やりますけれども、こんな風になっていきますのでぜひ100円ショップでも見つけてみてください。はい、
で、100円ショップでね見つけた最新のものといえばこちらの15センチの定規です。これもおすすめです。これね多分ねダイソーで見つけたんだと思う。これ去年か一昨年もうちょっと前かな、だいぶ前かな。コロナ禍だったと思いますね。15センチので、そして透明で厚みがある。これはね厚みがあったとしても 1.5 か2ミリぐらいの厚みなんだけど、これもおすすめです。ぜひダイソー行ったら見つけてみてください。というところで定規はこの辺りになりますね。そしてウエイト、ウエイトもね必要になるんですよ。ウエイトはなんで必要かっていうと、待ち針で留めてもいいんですけど、ロータリーカッターはこう紙を押さえながらとか布定規を押さえながらこうやってやっていくものなので、その左手で定規を押さえて右手でロータリーカッターをやると布がどうしても動いてしまうので、その時によく使ってるのが私はこのウエイトになります。これはね洋服作家さんが販売されてるのを今はね販売してないんだけどまとめて購入してて、生徒さんとかにもね販売をさせていただいたんですけども、これすごい便利でおすすめなんですけど、売ってるところがないっていうねちょっと残念な感じですけど、はい。で、小さいもので言うとこれはね小花のウエイトになります。なんか何色か揃えても可愛いかなと思って、私は好きなグリーンとこっちの白を揃えています。これすごい可愛いでしょ。ボタンの形になってる。なんかね手芸はねやっぱり一人でやる時間が長いので、やっぱりちょっとお金出すのにこれ高いんですよ。高いけどやっぱり飾っててそのままね出しっぱなしで飾ってても可愛いっていう道具として選びましたので、こちらもおすすめです。はい、でウエイトはどちらかというと揃える道具の中では結構ランクとしては低い方ですね。なんでかっていうと代わりになるものが家の中でたくさんあるからなんですよ。例えばパソコンとか重いですよね。パソコンを置いたりとか、今はあんま使うことないと思うけど、辞書とかね、あと昔だったらタウンページとかちょっと厚みのあるもの、雑誌とか布が動かないようにするものが代用があればウエイトはあえて購入しなくても大丈夫という位置づけになります。最初にねこの説明をしないとね話がねつながっていかないので、もうちょっとお付き合いいただけたらと思います。はい。で、道具の説明が終わったら一回コメントの方をゆっくり見させていただきます。はい。そして、一番大事と言ってもいいかも、一番ではないか、一番か、カッターを買う時に必ず用意しなきゃいけないものがあります。それは何かっていうと今、ここに置いてあるカッター台ですね。これがないと全てが台無しになってしまいます。なんでかっていうと、さっき物差しの定規で、説明したのと同じようにロータリーカッターって布を切るものなので、布以外のものを切ってしまうと皆さん文房具とかでカッターってね使ったことあると思うんですけど、そういうカッターで切ってても刃がいっぱい切ってると刃がダメになるからパキッて折って新しいものに変えていくと思うんですけど、それと同じようにこのロータリーカッターっていうのはこのぐるっと一周360度円になってるところが全て刃になってるので、一瞬でも違うものに乗ってしまうと刃がボロボロになってしまうんですよ。ミシンで言うとミシンで1回ガガガガガガってなる時あるじゃないですか。あの時って下糸のところに針が下のボビンのところに針が刺さった状態でこうガガガガってなってるので、その後使おうとするとミシンの針の刃先ちょっと触るとザラザラってなると思うんですよ。そうすると次にガーゼとか縫うとすぐ分かると思うんですけど、糸がね連れてっちゃうんですよね。それと同じようにこのロータリーカッターも一瞬でもなんか待ち針とかそういう定規の上に乗ったりするだけですぐダメになってしまいます。とはいえね、私も乗っかっちゃったりとかって失敗することもあるんですけど、それで使ったりとかもするけど、そうするとねだいたい途中で切れなくなる部分が出てきたりとかってしちゃうので、結構ねこの刃は大事に扱った方がいい部類に入ってきます。はい、で、それと
同じようにこのカッティングマットですね、こういうね、これも並べてますけど、これはねダイソーだったかな、全部ダイソーで売ってたと思います。なんかおしゃれな色見つけたので、黒とかグレーとか、もともとはこうグリーンしかなかったけどね、なんか色見つけたのでこちらにしたところなんですけれども、こういうのがないとすぐ刃がダメになってしまうので、必ず専用のカット台っていうのが必要になります。これはね、自宅で代用できるものはほぼないので、カッターを買ったら一緒に揃えるのをおすすめします。まずどんなもんかなってやってみる場合は100円ショップで1枚100円で売ってますので、110円だけど、ちょっとこういうのでやってみるといいと思いますけれども、このね100円ショップすごいありがたいですよね。ちっちゃいものとか切るのにも便利だし、私は使い分けをしていて、これはよく革小物を使う時にやるので、セットとしてはだいたいこれとこれがセットにして使うようにしています。はい、そしてですね、ロータリーカッターじゃなくて、カッティングマットもいろいろ種類がありますね。でついにね使うようになりました。このね、気になってた、去年のねホビーショーで見た時から気になってたこの折りたたみのカッティングマットがあります。これはねクロバーさんからお試しさせていただいたものなんですけれども、小さいサイズはどのぐらいのサイズかっていうと、これよりちょっと大きめのタイプで、ハンディで持ち歩きサイズになりますね。なのでこう半分にして使うこともできるから、これだったらこれとこれとセットがおすすめかなっていう、ちょっと小さいものを切る時とかに便利です。もちろん大きいものでもこれでもね使ってるぐらいなので大きいものでも切れるんですけれども、持ち歩きに便利っていうものになります。で同じようにですね、今回、これずっと欲しかったんですよ、去年から。でずっと欲しくって高いなとか思ってたんですけど、これ私が一番よく使うサイズは、普段はこのサイズですね。このサイズ分かります？これはねデスクマットと同じぐらいのサイズになるのかな。で、このサイズもねなんだかんだとたくさんあって、私が一番最初に揃えたのがこれですね。これは裏面が水色になっています。これもね楽天で購入したものなんですけれども、で最終的に、オルファのものに変わって、オルファのものは裏面はブラックになっています。で一番よく使ってるのはこの一番下に使っている A1 サイズといって、私は結構キットも作るし洋服も作ったりして、あと大きな面積で使いたいので一番大きなサイズですね。これ A2 サイズのこれの2倍のサイズになっています。これをよく使っています。でクロバーさん一番最後に仲間入りした道具なんですけど、これの良さっていうのは、今比べたこの普段使ってるこの A2 サイズの半分にすれば A2 サイズでも使えて、大きく広げれば普段使ってる大きいものにも使えるというところが一番大きなメリットになってます。で実際ねもう使ってるんですけど、このね継ぎ目があるんですけど、継ぎ目ね映像ではちょっと分かりにくいかもしれないんだけど、フラットにしてまっすぐね消えるわけではなく、やっぱり若干、なみなみが浮いて見えるような感じにはなっています。なんだけれどもカットした時は綺麗にカットができました。だからね刃が当たってここでね引っかかるんじゃないかなっていう懸念があったんですけれども、そういうことはね特になかったです。ただ私は薄いものをカットしてないので何とも言えないんですけれども、そういうところがありました。でクロバーさんが言うには、何がいいかっていうと、このなみなみしてるところ、このなみなみしてるところでこう2つ折りにしているので、この境目のところがこうガタンっていかないっていうふうにおっしゃってましたね。で大体2つ折りっていうと半分にここまっすぐピーって切れ目が入っていることがあるんですけれども、そういうのだとこうちょっとガタンってなった時にそこだけで引っかかっちゃうんですよね。なんだけどこれはこう波打ってることでそういう風にならないという構造になっているようです。はい、で私実際にねこれ使ったけど特にガタンってなることもなかったからね、こうおすすめです。
ただねやっぱりねいい点があればデメリットもあるというところで、私が感じるデメリットを紹介しますね。これね三つ折りにしますよね。これねちょっと黒羽さんに見つかったら怒られちゃうかもしれないけど、私はねこのオルファ、これオルファとかこの安い楽天で買った安いマットなんだけど、これのいい点としては表で例えば私は革とかは別で用意してますけど、1枚買うとしたら使い分けができるんですよ。表で布をカットして裏面で例えばキルトをカットしたり革をカットしたりっていうことができます。こういう点ではやっぱり私はオルファの方がいいなっていうふうに思っていて、でじゃあ黒羽さんどうなのかなとなると、これは小さいのでいくと表はカットできるけど裏にするとこういう状態になっているので裏の状態で使うことができないんですよ。もちろんこのつながってるところを避ければここで使うことはできると思うんですけれども、まっすぐ入っていない状態になっています。でこっちも同じです。これも裏面がこの状態になっています。これってねあんまりネットショップでも私裏面見てないから皆さんちょっと知らないかもしれないと思って、これはちょっと紹介しておくべきと思いました。で裏面こんな風になってて、だから黒羽さんねもしね次新しく改良するんだったら裏面にも線入れてほしいです。これ届くといいなそう例えば裏面にも線が入ってればこの面だけで使ったりとかできるのに、やっぱり何もないのでちょっと使いにくさがある、片面だけ線が入ってるだけでもいいかもしれないけど、なので革とかやられる方はそんなに線とかいらなくって、教室にもあるんですけど何の線も書いていないフラットなものもあるんですよ。なのでフラットなものでも大丈夫っていう方はこれでも全然 OK だと思います。はい、なんか私は個人で感じたところはこういうところですね。はい、そしてじゃあこのね3つのマットどう違うのかっていうところなんですけれども、私はねとにかく元がね、ケチって言ったら変かな、節約家なんですよ。もともと本当にすごい節約家で布の端切れを紹介してるのも、ただ単に捨てられないからそれを形にしていくっていうなんか私のただのもったいない貧乏症なところが今の原点になっているので、なので道具もね一通り結局さいいものを買ってるんだけど、ゼロからスタートしてるから100円ショップのものでも全部揃えるんですよ。でもだんだんね揃えていくうちにこう違うのかっていうのが分かっていくんですよ。やっぱりね高かろう安かろうっていう言葉があると思うんですけど、本当にねそういうことがあって、じゃあ、これね私もよくブログで紹介してるから、ブログでね購入されてる方多いと思う。で私も実際もう何年も使ってます。でマスクの時も、ずっとこちらを使ってました。で、なんかこれがね例えば、1枚いくらだったか忘れちゃったけど、このオルファの同じサイズのものを買おうとするとこれが2枚買えるようなぐらいの価格差が多分あったと思います。今は分かんないですよ、そういう当時はね。でもねやっぱりなんかこうやって私が出してたら、なんかちょっとあんまりおしゃれじゃないから、あんまりこっちの面で使うことなくてちょっとテンション下がる面なんですよね。なんで白い方を主に使うわけなんですけれども、何が違うかっていうとね、これ分かるかな、なんかちょっとうねってる感じ分かります？これ私いつも立てかけてるんですけど、全部立てかけてるんですよ。同じようにテーブルの横にね立てかけて収納するしかないので立てかけてる。ちょっとうねりが出てきてるのが分かりますか？あとこれもうね2枚目だと思う。2枚目かな。あとねこれ分かるかな、どうだろう、溝がものすごいできちゃってる。結構使ってる頻度がね皆さんと違うからかもしれないですけど、頻度が高いからねもしかしたら参考にならないかもしれないけど、ここのね溝のところに見えるもうケバケバってね布がもう
入っちゃってて、特に使うこの黒い太い線、これをよく使うんですけれども、よく使うところはもう線のところに布が入り込んじゃって、こういうところとかも残っちゃってるんですよ。でこういう風になるとですね、何がいけないかっていうと、このロータリーカッターってこのカッターの幅って薄さすっごい薄いんですよね。それがその溝によってこう動いちゃうんですよ。こうやってしっかりどんなにこんな風にして押さえてこうやってやろうとしても、もともとの溝が残ってることでその溝に引っ張られていっちゃうんですよね。こうやってずれていっちゃったら、どんなにこれは慣れていてもそういう現象が起こります。でカッター台って、何でも同じだろうって思うじゃないですか。で私も思ってたんですよ。そしたらね、全然違うの。このやっぱりね、優秀なのはこのオルファ、オルファはカッターの専門の会社だからかな。やっぱりそれに合わせてかなりやっぱり丈夫な板っていうの、このやつを作ってますね。でこの一番でっかいサイズももうすごい溝いっぱいあるんですけど、キットとかにいっぱいやってるから気に入りすぎて、もう一個新しいのを買ってあるのにいまだにまだこれを使ってるぐらい引っ張られることがなくて、溝がねできにくい、できるけどできにくいものになってます。なんか洋服とかは薄い1枚の生地でカットすることが多いと思うから、そんなにね溝とかはできないと思うけど、私は帆布とか厚手のものを力を込めてカットしていくので、どうしてもここに負荷がかかるんですよね。なのでこの溝の出来具合っていうのが全然違うなっていうのが私の印象でした。はい。だからねちょっと参考になればいいなと思って、こうマットの選び方だから用途に合わせて選ばれるといいと思います。これももう分かるけどふにゃふにゃなんです。これは私の使い方だと思うけどね、なんかちょっとやっぱふにゃふにゃになっていく。で結局こうやって増えていくんだったら最初からこれを使えばいいじゃないのっていう感じになるんですよ、最終的に。私みたいな人は。ミシンとかもさ、とりあえず安いものを買おうと思って29,800円のとか、全然安くないけどとりあえず買ってどうするかって悩むよりは、最初からやっぱり本気でやるんだったらいいものを買った方が、もともと買ってたその29,800円っていうのがもったいなくなるぐらいになるので、なんかやっぱり私は優柔不断だからね、よりそういう風になっちゃうんだけど、なんか最初にいい決断ができるとやっぱり最初からいいお買い物ができるし、いいものができていくと思うので、私の今回紹介している動画が参考になればいいなと思います。はい、ということで、ひとまずは道具の紹介が終わりましたので、ちょっとコメントがあればなと思いながらコメントちょっと見ていこうと思いますね。物差しを使って生地をカットするときにずれるのが怖くないですか？私は使いこなせなくて、物差しは、ずれましたよ。だからやめました。クローバーさんを使っていましたが、両利きなのでオルファを使っています。あれ？オルファね、オルファじゃない。これクローバーさん両利きなんですよ。皆さんご存知じゃないかもしれない。私ね、リール動画にも紹介してます。これ両利きなの。オルファのに 5mm がついていればいいのに。5mm ね、ここについてますけどね、ここの縁のところに 5mm がついてますよ。でも全体にはないですね。でも全体にはない方が私はいいと思っていて、切るところ間違えやすくなっちゃうなと思って、なんか破線とかでもねあればいいですよね。刃をつける時につけるね向きがあって、これのでそれを付け替えるだけで両利きになるんですよ。なのでぜひおすすめです。もちろんねオルファでも、オルファだったら別に刃の付け替えなしにねできると思うからね。でオルファもこういう形のものがあったと思うんですけど、こういうふうにちょっとグリップタイプのもの、私はこういうグリップタイプのものが欲しくてこれにしたけど、これもおすすめですね。これも両利きタイプかな。
になるんじゃないかなっていうふうに思います。こんにちは。うまく切れないと思っていたけど定規に当たったりしていたかもね。まあ大体当たりますよ。私も当たるもん。あと海外ね、ピンクとかあるんですよ。これのなんかコペンハーゲンだったかな、多分見たと思う。コペンハーゲンとかのベルギーの手芸屋さんとかでも見つけたよ。もうそれもね、何年前、2019年とかだから、もうだいぶ前からね、海外はあるんですよね。日本はやっぱりちょっと遅い感じはしますね。先生が100均製品からメーカーものまでいろいろと試して紹介してくださるから、私は初めから確かなものを購入できてますそうだねありがとうございます。昔はクローバーはグリーンしかなかったのですよ。年がバレる。ああ、そっか。クローバーっていうとね、グリーンだもんね。確かにね、いろんな色出てますよね。でも私もこれたまたま見つけたんですけど、これオルファーなんですけど、その時限定のもので花柄のもので揃えたんですけども、だいぶね黄ばんでるからね、なんかもういいかなと思いつつも、やっぱり使ってます。刃はもうだいぶ変えてるので、常にね刃を変えれば常に新品状態ですよ。早速ねちょっとどういう風な力加減でやっていくのかっていうのを紹介していきますね。で今回ですね、生地を、シーチングのものと、あとは、リバティのタナローン薄手のものと、3つ用意をしました。これぐらいじゃないかな、多分皆さんが力加減で苦労するものはっていうふうに思うんですけど、ね、これはねちょっと何気に宣伝なんですけれども、コラボ布ですね、はい、出来上がってまいりまして、先日ですね、夜のインスタライブやらせていただいたんですけれども、その時に紹介をさせていただきました。夜のライブの方はメンバー様限定にしちゃってるのでアーカイブは残んないんですけれども、かなり、素敵な状態で届いております。もうなんかさ、いっぱい宣伝してるからもう販売されてるんじゃないかって誤解されそうなんですけれども、これはですね、もうちょっと先ですね、9月の発売になります。でももう明日から6月だから、そう思うともう3ヶ月したら678、あと3ヶ月したら発売になりますからね、楽しみにしててくださいね。これめっちゃいいですよ。なんか小物から大物まで全部良かった。でせっかくなのでね、耳も紹介しちゃうと、耳もちょっとこだわったので、色がこういう風にね、色玉のところがこういう柄に変えてます。でこれね19世紀みたいな感じにしたんだけど、これ多分18世紀だったような気がすると思って、なんかその辺曖昧なので、19世紀ってねあんまり古いイメージないけど、自分のね生まれ年だからね。それではですね、実際にじゃあ、小さいものから紹介していきましょうか。小さいもの、この小さいものでどのぐらいの、手の圧って圧力をかけていくかっていうところですね。はい、そうそうそう、スワニーさんですよ。これスワニーさんから出ます。ネージュのコラボ布としてスワニーさんから発売される。スワニーさんだけど楽天ショップでも発売されます。このカレードスコープの時と同じようにですね、代理店様、販売代理店様いらっしゃると思いますので、ぜひそうそうそう、手芸店の社長さんとか見てないかな。これぜひ間違いなく人気の生地になると思って自信持って作りましたので、ぜひ全色揃えてください。よろしくお願いします。はい、ちょっとね動画用にね実は撮っていて、このリバティの生地とかでももうねカットしてるんだけど、編集始めてやっぱライブしようって思ってやってるので、宣伝じゃないけど、これ知ってる人いたら私のだいぶコアなファンの方だと思います。これ知ってる方いらっしゃいます？いないよね。これねハンド&ハートっていう雑誌があったんですけど、それはねもうだいぶ前ねキットが含まれているものなんですけど、その時の企画で私がキットの監修をしたことがあるんですよ。その時にリバティさんに作っていただいたこのオリジナルの柄の生地になります。この元々の柄は大きいんですけど、サイズを小さくしたりして、あと色とかをねちょっとずつ変えています。これが、実は私の一番最初のコラボ布になりました。そうでもうねだからこれ店頭には売ってない生地なんですよね。
はい、ではまずこう置いて、向きはいいとして待ち針を刺すんですね。で型紙に待ち針を刺す時は必ずっていうか、私がやって生徒さんに紹介しているのは外側に向かって放射状に待ち針を留めるというやり方にしています。こうやって横に留めてももちろんねいいんですけど、なんか空気を抜くっていうイメージで留めてください。それからこう角のところとかはしっかり留まるように待ち針は必ず置くようにしています。あんまりねなんか考えると手作りって楽しくなくなっちゃうから、あんまり細かいことは言わないようにしたいんですけど、教室ではね結構そういう風に言っております。でこんな風にして待ち針を留めたところです。はい、そしたら定規を当てていくんですけど、私はねこの洋服の小物の時はこの定規大活躍でした。これダイソーの、さっき言った15センチの、定規で、気をつけなきゃいけないのはここ薄いんですよね。この厚みがないから。なので手の圧がかからないこの小さいハンドグリップのものでロータリーカッターで実際にカットしています。でこの時に加えるちょっと手の圧を見てほしいんですけど、実際に私が、綺麗に切ろうとした時の手の圧はこんな感じです。音聞こえました？そうすると綺麗にカットされてるんですよ。これがちょっと手加減変えますね。これ今立ってやってるからね、座ってやるとよくわかると思うんだけど、はい、今これで切れてると思います？今切ったんですけど、これつながってますよ。ほら、皆さんこういう風になりません？こんな感じ。つながっちゃうの、薄くても。これは何が違うのかが今のでわかると思うんですけど、座って今ね立ってるけど、座ってやった時大体このぐらいの力加減になると思います。手の力だけでカットしていくのと、ここに力が加わるのでどうしてもね手の力が分散されちゃって力が入らなくなっちゃうんですよ。入りにくくなっちゃうんですよ。なのでカットする時は必ず自分の重心をかけながらカットしていく。でこのカッティングマットがちゃんとその重心を受け止めてくれるので、このカッティングマットを頼りに自分の重心をかけていくっていう風にやってみてください。そうするとどうなるかっていうと、定規は必ずこういう風に手で、ね、しっかりとこの端から端まで手で広げておいて、でちゃんと、斜めそうね45度ぐらいでクーッとこうちっちゃいものでも重心をかけながらカットしていきます。カーブのところはしっかり定規を沿わせながら、透明な定規があるといいですよ。こんな感じで。で音もね聞いてくださいね。布が切れてるかなっていう音を聞きながらやるんですよ。ザクザクってハサミで切ってる時と同じような感じ。はい、これだとさっきと違って全部切れてます。これ伝わります？これでこうやって切れてない部分があったのと切れてる部分があったのは力の加減が違うっていうことなんですね。そしてもう一つありますよ。じゃあ切れてない部分、皆さんどういうふうに切りますか？これハサミで切れてなかったって、こうやって切ったりとかしますよね。こういう方法が一般的だと思います。だけどもうちょっと無理にやろうと思って同じところを何回もガリガリってやってないですか？そうするとね布がねギザギザになってっちゃうんですよ。なので必ずカッターの切り方は一方向、こうやって切っていきますので、それを忘れないようにしてやってみてください。もうガジ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 っていうやり方は、絶対に NG です。はい、
それからもう一つ最初に言うの忘れてた、このロータリーカッターのカットする方向ですね。たまに生徒さんでいらっしゃるんですけど、皆さんカッターっていうと上からピーってカットしていくと思うんですけれども、ロータリーカッターは下からになりますので、必ず下にグッと力を入れてグーっていう風に切っていきます。それだけそれはね忘れないようにしてくださいね。でこうやって定規を当てながら、カーブのところはもうこういうちっちゃい定規とか、あと透明な定規を必ず揃えると成功率が上がりますので、これはもう道具を揃えることをおすすめします。例えばね、縫い代付きのものとか使ってる場合もですね、定規のこの端をこの型紙の端に合わせるようにした方がいいですよ。例えばこれだったら紙を切らないようにこうやって少しずつ切っていくような感じ。こういうちっちゃいものを切るのに大きな定規を使うと必ず失敗しちゃうので、こうやってやれば紙を切ることなく、はい、綺麗にカットができます。だからね、こういうちっちゃいものに、例えばこの大きいものもちろんね使うことできますよね。力加減だけ気をつければ、こちらでも切ることができますけれども、手元が見やすいのは小さいものに対して小さいものを使えば手元が見やすくなりますので、道具としてはこちらを揃える方がいいなっていうのが私の印象です。はい、ハンド&ハート買ってました。何年頃のキットですか？9年ぐらい前なのか。はい、もうだいぶ前でした。はい、懐かしいね、ハンド&ハート。キットがね溜まってっちゃうやつですよね。フェリシモのね。口が見えないので誰か通訳いますか？ YouTube の動画になったら字幕で見れますよ。ありがとうございます。そう字幕もねついていますので、耳が、じゃあちょっとここで、はい、耳が聞こえない場合YouTube で字幕がありますので、字幕のテロップをご覧ください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこんな感じで待ち針で今留めた状態でやりました。でもできればね、こう待ち針、これは固定されてるからいいのかな。ウエイトを使う時とかはこういう小さいものを使ってこんな感じにしてでやっていくじゃないですか。で待ち針もさっき言うの忘れちゃったけど、例えばなんで小さいのがいいかっていうと、ここに玉があるので、さっきのね大きい定規とかでやるとこの玉で定規が、当たり前だけど浮いちゃうんですよ。浮いてグラグラしてしまうので、そういうのを避けるためにこういう細いものを使うのがおすすめです。別にね、これはね別に道具クロバーさんのじゃなきゃいけないとかそういうのはないですから、ただクロバーさんのね多分この厚みのはなくてもうちょっと薄いんじゃないかなと思って、で薄いやつだとどうしても定規に刃がこうね乗っかってしまうので、それだけちょっと気をつけていただきたいです。なのでうまく切れない場合は、重心のかけ方になります。シーチングはウェイトを使ってやっていきましょうか。はい、ウェイトがねどのぐらい違うのかっていう、これでもう動かないですからね、必ず両端に置くような感じですね。ウェイトはね安いものだと数百円で売ってますので、それもね安藤ミシン商会さんで売ってますよ。私は全然ステマとかそういうんじゃないですよ。ただ私がよく使うショップさんなんで紹介しているだけなんですけど、はい、これでこういうふうに置いて、じゃあさっきと同じようにやってみましょう。でシーチングはねローンの生地より薄くなりますので、さっきよりはもうちょっと力が必要になります。じゃあ力を加えない状態でさっきみたいに、じゃあ座ってやってみようか。カッター切る時本当はね座っちゃダメなんですよ。力が入んないから。じゃあこれで座って、じゃあルンルルンっつって、切りましょう。ちょっと知っても力入れちゃったから切れた。これは切れるね。じゃあこれでこれを回せばいいのか。こうしてちょっと座ってやってみましょう。必ずねおへそになるようにした方がいいですよ。ミシンと同じように自分が、こう刃をねまっすぐこうやってやるとまず切れなくなります。力の分散が悪くなる。じゃあこれで、もう一回
ってこれもちょっと意外と切れちゃってるかも。私もう力の加減がちょっと弱くするっていうことがちょっとできない。じゃあこの辺で少し弱くしてみますね。これで持ち方はねあれですよ、ステーキ切る時と同じナイフの切り方です。はい、こんな感じ。はい。でちょっと切ってる風になっちゃったけど、全然力入れない状態でちょっと切ってます。多分ここつながっていくと思う。切れてる音はするけどね、つながってますよ。ほら、わかりますか？ちょっと一回これでいいか。こんな感じ。これでよくわかると思う。一番ちゃんと力を入れた部分と、これはもうこんな風につながっちゃって切れてない。でここを皆さんがやるときにこうやってギコギコってノコギリみたいにやっちゃってないですか？これやるとね、どうなるかっていうとね、布がギザギザになっちゃいますので、必ず一方向ね、さっき言ったように一方向にしてくださいね。はい。でどうしようもなかったらハサミで丁寧にカットするのがいいと思います。はい、そしてね、一番多かったのがね、こうやって当てた時にこの定規からカッターがこう離れてっちゃうっていう質問が多かったです。こうやってカットしてるのに、布もったいないけどね、なんとかします私。こうやってカットしてまっすぐカットしてるのにどうなっていくんだろう。こうやってなっちゃうのかな。こうやってなるってことなのかな、分かんないけど、こんなに大げさではないと思うけど、どうしても離れてっちゃうっていう方いらっしゃいますよね。で物差しで使うとどうなるか。物差しでやった時も同じようにこうやってやるんですけど、結構ねずれんですよね。あとこの細いのだとこう手が安定しないの。これだけでわかると思うけど、これ切れてないけどね、この力加減では全然切れてない。とにかくこの力をたくさん入れなきゃいけないので、なんかそういうところが多分失敗点かなって思います。なので定規はね、手でしっかり押さえるので、その部分力が加わるもので厚みのあるものを用意しましょう。じゃあ明朝キャンバスね、やっていきましょう。YouTube 過去の動画もですね、今家族に手伝ってもらって字幕を全部つけてるんですよ。ですごい再生が回っているものとか、2023年から音声にしてるので、それまでの動画は全部テロップにしてたんですけど、そのテロップも全部字幕をつけていますので、見えにくい文字のところとかも全て入りましたので、よかったら過去の動画もね見比べていただけたらと思います。はい、そしたらね、明朝キャンバス、この明朝キャンバス切るのはまたちょっとくせ者なんですけど、これはね1枚で切るんじゃなくて、もう1枚はね今散々やりましたので、2枚重ねた時の状態で紹介していこうと思います。メンバー様には先にオリジナルこのコラボ布を先にね優先的に販売をしたいと思ってますんで、キットを作る予定でおります。20センチでカットしていきますので、その時にこういうカット台の太い線を活用していきます。この太い線ですね。この太い線を活用して20センチの位置を決めたら、布の端をしっかりピタッと揃えていくんですね。で揃えていったらウエイトを乗せます。これは実践なのでちゃんとしっかりと乗せていこうと思います。でウエイトは本当布が動かないようにするためのものなんですけれども、この後定規で当てていった手の置き方とか手の重心のかけ方もすごく大事になってきて、こうやってやった時にここから手でね押さえていくんですけど、そうなった時に布がこっちの押さえてないところはどうしても布がずれやすくなりますよね。この辺とか今これウエイトやってるからだけど、こうやって動くんですよ。だからこの動かなくなるように手の位置をずらしながらカットしていきます。でね、もう一つ質問があったんだけど、定規って一番長いもので50センチしかないじゃないですか。で私はこの端から端まで切るのにここ空いちゃうのに
開いちゃう時にどういう風にするかっていうのを、質問があったんですけど、私は普段ねここのマスのところで一回ちょっと出しながら定規を合わせたら、もう一本の定規とか別に同じ種類じゃなくてもいいんですよ。これを合わせて反対側の目盛りのところに当てています。こんな風にこう交互になるようにして当てて、で揃えたところで、あとはもう手の力でちゃんと圧を加えながらやるので、ここで一瞬外します。だからあとはもうずれないように緊張しながら切っていきます。で切る時の最初の手の力は結構しっかりと、ここ指ちょっと見える？こんな感じでしっかりと押さえて、グッとね、グッとちょっと静かに、私喋らないでやるので音聞いてもらえます？でこう定規をずらして反対側の目盛りのところに持っていきます。そして手の位置をずらして必ず最後まで手を添えていきます。じゃあそうすると、今切れてるかな、どうだろう、喋りながらだったからどうなってるかっていうと、はい、綺麗に、よかった、切れてて、まあこんな感じです。でどのぐらい力がいるのかって今見てて分かると思うんですけど、手痛くなりますよ。私結構力入れるので、もうこの指が痛くなります。だからね、指が痛くなったら私多分キットが作れなくなるんじゃないかなって思うんですけど、このぐらい力がいるんですね。じゃあ、さっきこれね、本当は失敗作作りたくないんだけど、手の加減を変えた状態でカットしましょうね。これで一回外しますね。でさっきと違う手の加減でカットしていきますね。最初はグッとじゃあ入れましょう。じゃあここから手の力をあんまり入れないでカットしていく。あ、これ浮いちゃうのか。ちょっと途中で、これ多分切れてない。でこうずらして、切れてるような音はしてるけどね。でこういうふうにやっちゃダメですよ。はい、じゃあこれは切れてるでしょうか。これはねつながってますよ。だいたいまあ2枚重ねて切るってことはないと思うんですけど、こんな感じでもう最初から浮いて見えます？全然切れてないの。全く同じ道具で切り方を変えただけでこんだけ差が出るのがこれでわかると思うんですけれども、だから何が大事かっていうと、道具もそうなんですけど、切る時の力の入れ方が、大事になってくると思います。そして、上下には動かさないっていうルールでやると皆さん綺麗にカットできると思いますので、そうすると2枚目のところはもう完全にカットされてないところとかありますよね。これをねこうやって定規を当ててカッターでやるのは私はちょっとリスクがあってできないんだけど、ちょっと後で、私はライブの後でやろうかなと思いますけど、こういうふうにやる場合どうしてもギザギザギコギコってなっちゃうので、それだけはやらないようにすると綺麗にカットされていくと思いますので、お試しいただけたらと思います。2枚でやった時結構力がいりましたので、今度1枚でやる時は少しだけ力加減を減らしてカットすることができると思います。これも定規を当てて、ちょっと力加減を変えたところです。これでサクッと切れますよね。このぐらい、力加減の、入れ方が変わってきます。2枚の時は結構ギュッとやって、1枚の時は少し半減させたような感じ。じゃあ、このちっちゃいタイプで切れないのかなっていうところでちょっと試してみようと思います。これもね20センチ角になりますからね、せっかくなので。これね刃が新しいからスイスイ切れちゃうわ。
全然違う。歯がほら綺麗にカットされた。全然今ね滑り度合いが全然違いました。あんまり使ってないので歯が新しいんですよね。なので切れ味が全然違いました。ちなみにこのクロバーさんとかも歯を変えた後は今ほど力を入れなくていいので歯を変えればもうちょっと楽にカットできると思うんですけど、その分ね非常に切れやすくなるので手も怪我しやすくなるし、あとこの定規とか乗っかった時のダメージも強くなるので、歯を変えた直後は結構慎重にやられることをおすすめします。はい、私座って切れません。私も座って切れませんだから何でもそうですよね。布切る時とかはこうハサミとか使う時も、立って切るようにした方がちゃんと力が分散されるので、座るとねどうしても重心が後ろに行ったりとか前に行ったりとかこう安定しなかったりするので、切る時は立って裁断されることをおすすめします。はい、ということでね20センチの角の、カットクロスが出来上がりました。20センチってね意外とねそんなにサイズ大きくないんですけどね、6月はね20センチのカットクロスをテーマに作品をね紹介していこうと思ってますので楽しみにしていてください。じゃあ最後、質問を見てインスタライブの方は終わりにしようと思います。手芸部ってどうなりましたか？手芸部ね前回のライブでも多分お話ししたと思うんですけど、ひとまず、私の大イベントですね、娘の挙式があったので、ネジ手芸部の方は、ちょっと春の講座ミルームの方の春の講座もお休みをさせていただいてたんですけれども、そろそろ始めようと思っております。なので、次のネジ手芸部は私の目標としては9月を目指しておりますので、秋の小物として多分ねモリスの生地を使うんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、これからちょっとレシピの方を考えながら、進めていこうと思ってます。ちょっと前回まではねどうしてもその挙式に向けてそのドレスを作ったりとか、あとコラボ布のこのね生地が出来上がったら今度は手芸師の企画なので作品を作んなきゃいけないんですよね。なのでそういうのでちょっとバタバタして落ち着かなかったのでそれが一通り今ね終わったところなので、落ち着いてちょっと考えながらネイジ手芸部の方ももう一回ね再開していこうと思ってますので、1年ぶりぐらいになりますかね。はい、やろうと思ってます。もしなんかこういうのやりたいっていうのがあればねコメントいただけると嬉しいなと思います。なんかリクエストとかがあると今回みたいにライブもできるので、なんかどうしてもね私目線の企画になってしまうので、ネイル手芸部もそうすると皆さんが本当にやりたいところに届かないと思うので、是非コメントとかDM よりはコメントの方がいいかな。 DM だとね私にダイレクトにしか届かないけど、コメントをもらえると今回のねこのインスタライブもアーカイブに残しますので、コメントをいただけるとこういうのがあったんだって他の方も気づくきっかけになると思うんですよ。なのでYouTube の方も、インスタの方もコメントを残していただいて、ぜひリクエストをいただけたら嬉しいです。アンケートの時からその日を待っていました。ロールカッターの使い方ありがとうございます。参考にさせていただきます。こちらこそありがとうございます。こんにちは。はじめまして。ロータリーカッターは何センチのものが使いやすいですか？最初にね説明しているんですけれども、私がおすすめするのはこの 45mm タイプなんだけど、例えば薄手のねサテンとかリバティばっかり切るっていう方は、こちらの小さい方もおすすめです。はい、絶対どっちも切れないわけではないので、多分こっちを最初に選ぶ方がいいのかな。でやっぱりちっちゃいのが良かったじゃんってなったらこっちに選ぶとかねいう風にされるといいと思います。この企画は YouTube でやりますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。そうだ、もう一つあった。そう、旅のねチャンネルを本格的に始めて、YouTube ねサブチャンネルでやってたネイジの小部屋っていうのがあるんですけど、そっちをね完全に旅チャンネルの方に変えていこうっていう風に思って今頑張ってますので、ぜひそちらも旅好きな方ぜひそちらもご覧になってみてください。ありがとうございました。そうだ、グッドボタンを押してくださいって皆さんに言うのを忘れてました。私早速押してくださった方ありがとうございます。なんか毎回煽ってグッドボタンをしてるんですけど、ありがとうございます本当に。
なんかバタバタしましたけれども、なんとかね無事ライブ終えることができてよかった。私ね、今月実はねすごいたくさん作品を作っていたんですよ。何かっていうと、この5色分を全部作っていたので、すごい量の作品作りをしていて、結構ね忙しい日々でございました。明日公開しようかなっていうふうに思います。はい、なのでこれもねすごく簡単に作れるんだけど、いろんな方法を紹介できるように何パターンか分けました。はい、ドレスの写真見たいです。ドレスね、コミュニティのそうメンバー様には公開したんだよね。ドレスね、今ね何して私スマホ探してた。スマホで YouTube やってるから見せられないちゃんと動画動画作ります。はい、動画を作ってドレスの制作過程とドレス着てるところとかも紹介しますので、お待ちいただけたらと思います。あとね、そう旅はね私ね壮大なことを今考えていて、なんか夜のねライブでもお話ししたことあると思うんだけど、細木数子のさ大作会とかあるじゃないですか。で、私今ちょうど大作会中なんですよ。ちょうど今一番ひどい時になってて、だから今ね旅行とかするのは避けた方がいいっていう頃なんだけど、だからね今年はね旅行には行く予定はないんだけどね、実はね旅の動画見てる方わかると思うんだけど、世界一周行こうと思っていて、世界一周の計画を立てているところです。だからなんかそれがちゃんと決まったら動画にして旅のね動画の方に流していくので。でもね、世界一周っていうとすごい壮大なスケールって思うじゃないですか。でもね、世界一周っていうかね、地球一周みたいなイメージなんで、世界一周は1週間でもできちゃう感じなんですよね。飛んでいってこうぐるっと回って戻ってくるっていう感じなので、そのコースを今ねめっちゃ考えてるところで、それがねちょっと難しい。でやっぱり私ねインドに行きたいんだよね。インドとかにも行きたいし、あとトルコも行きたいし、あとエジプトも行きたくって、だからあとメキシコも行きたくて、なんかそれ全部叶うかなっていうのを考えています。だからね来年はね2ヶ月ぐらい旅するかもしれない。だから年中手芸部どころじゃなくなっちゃうね。だからちょっと計画的に行かないとなと思ってて、一応予定としてはね来年の4月5月3月4月5月ぐらいで計画を立てようと思ってるので、もう多分もうあと10日ぐらいでは必ず決まる予定です。なのでその発表も楽しみにしていてください。はい、じゃあそんなところです。ありがとうございます。なんか長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。こんな長いライブ見る人いるのかなこの後って思うんだけどね、ちょっとおしゃべりライブになりました。ありがとうございます。はい、じゃあそろそろ終わりにしようと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた、次回お会いしましょう。バイバーイ。